皆さん、森のニーナです。今日の動画は韓国大人気の商品たちを集めました。韓国の口コミサイトとかオリーブヤングとか9点でリサーチしたラインナップになってます。最低でも1ヶ月半とか使ったので、どういう影響があったかまで今日はレビューできると思うので、お買い物の参考にしていただけたらと思います。それでは始まります。スタート。はい、最初のアイテムはイリユンセラミドアートローション。こちらは最近の一軍ボディケアローションです。もうどれだけ韓国で人気かっていうと、日本でいうアットコスメの韓国版みたいなファヘのアワードで5年連続1位を獲得してるんですよ。実際にね、韓国国内で数百万本売れてるっていう実績もあって、いわば国民的ボディローションで、最大の特徴はやっぱりメインがセラミドってところ。めっちゃインパクト大ってわけじゃないんだけど、セラミドはやっぱり肌にとってバリア機能を保つのに必要不可欠で、日常的にちゃんと補うことで見た目、触り心地の潤いを保ってくれます。あと嬉しいのはね、低刺激なので敏感肌の方だったり、季節の変わり目とかシーズン問わず使いやすいところもお気に入りだし、おすすめポイントです。テクスチャーは伸ばしてみると、もうとにかく伸びがいいんですよ。軽くて馴染みもいい。本当に心地よいので、冬はもちろん夏でも全然毎日塗るのが億劫にならない。これは香りは一切ないです。保湿力に関しては、使った直後から肌がね、しっとり潤うんだけどベタつかない。パンテノールとかも入ってるので、ちょっとサボって冬とかね、かゆいお肌のケアもできます。あとアデノシンも入ってるんですよ。肌の弾力を高めてくれたり、小じわをなくす抗老化成分が入ってるからか、使い続けることによってやっぱりすごい肌のもちっと感がキープされやすいし、しばらくサボってたってすぐにガサガサになっちゃったりとかしない。あとね、他の特殊な機能が1個あって、容器がね、これ二重構造の特殊な容器なので、最後の一滴まで使えるそうです。まとめると、やっぱ快適にボディケアができるってすごいメリットだと思うんですよね。顔よりも面積が大きいから、使い心地は重視したい。そんな私と同意の方はすごくおすすめなアイテムです。続いてのおすすめはこちらです。ドクター G の RTX ペプチショットです。これ実は3種類あって、ヒアルショットとビタミンショットがあるんですけど、35歳を迎えた曲がり角真っ只中な私は、ペプチドがメインで入ってるこちらが特にお気に入りです。最大の魅力というか特徴は針。スピキュールっていうその針と、毛穴の2600倍も小さい美容成分を含んだエクソソームを使った針美容液です。ちなみにね、3種類ある中でこのペプチショットが一番痛くないので、初めて使う方はね、結構これが個人的にはおすすめです。ちょっと一応見せようかな。違いが多分わかると思う。こんな感じで透明なんですよ、今のヒアルショット。ビタミンショット、これもこんな感じです。ちょっと見た目の思い込みかもしれないけど、痛さレベルで言うとこの2つのチクチク度は結構同じレベルですね。これの3倍ぐらいかな。めっちゃ痛いってわけじゃないけど、これがチクチク感あまり感じない分、他の2つが針美容液っぽい感じのチクチク感は感じます。夏半ばは結構ビタミンショットよく使ってたんですけど、夏が過ぎた今はすごい肌が疲れてる感じなので、結構今はね、このペプチショットばっかり使ってます。でこれちょっと変わってて、塗り方が針なので滑らすんじゃなくて、こうやってちょっと優しく押し込むような感じで塗るのがおすすめです。やっぱこうやって押し込んでるからか、すごい浸透も早いんですよ。塗った後はこんな感じです。なんかさ、もうちょっとふっくらしてません？もちろんね、直後からなんかいきなりふっくらするっていうのはありえない話だかもしれないんですけど、直後の使用感、ふっくら見えることが使い続けるモチベとかになってくれてました。マジで綺麗じゃないですか。ちなみに香りは無香料です。で保湿力がこれめっちゃ高くて、多分この3種の中だとこれが一番だと思うんですけど、これ美容液なんだけど、保湿を補いたい時にも結構十分すぎるくらい、保湿力が高いです。なので結構乾燥が気になる時ところとかに重ね付けするのもおすすめです。
持続力もあって本当に一日中続くし、一晩中ずっとお肌が潤います。成分で言うとめちゃくちゃ欲しい効果のある成分が4つも入ってて、1つがそのペプチドの針なんですけど、まずはペプチドの効果で言うと肌の再生を促進したり、張りとか弾力のある印象を与えてくれる成分です。それがさらに針となってるんですけど、その役割としてはスキンケアの美容成分の通り道を作ってくれるんですね。特に肌にとって有効な美容成分を届けてくれる。でもっと言うと、このドクター G のそのスピキュールで言うと、中がストローみたいに空洞になっているので、肌に酸素を取り込んでよりその肌の再生を助けることもできるっていう、ちょっと今までにない結構画期的なアイテムです。で、私ね、正直あんまり珍しい機能とかが化粧品とかに入ってると大丈夫なのとかって思ったりするんですけど、ドクター G なので、韓国のドクターズコスメっていうのに私はちょっと個人的にめちゃくちゃ信頼をしているのと、ドクター G の化粧品今まで使っててどれも良かったんで、こういうハリ系の美容液の中では一番使ってます。次にレチノールとセラミドエクソソームっていうのが入ってて、これが肌のバリア機能を強化してくれて、シワとかたるみを改善してくれるそうです。あとね、これがさらに保湿力をしっかりと高めてくれるので、美肌を保つのに必要な要素です。あとはこれもさらに保湿なんですけど、ヒアルロン酸も入ってます。そう、何がすごいって、そのエクソソームとの組み合わせで肌の内側からしっかり働きをかけてくれるところで、肌の再生を促してくれて、張り弾力を戻すサポートをみんなでしてくれてます。ちょうど今10分ぐらい経ったんですけど、もっちもちなの。これが初めて使った時にも感じたし、1ヶ月半ぐらい今使ってるんですけど、毎回この時間経過後のもちもち感が病みつきになります。実際に使ってみた感想としては、肌がもちもちとして弾力を取り戻す感覚です。やっぱり肌が元気を取り戻したような感じになり、肌自体のツヤ感が増してきました。はい、まとめると、エイジングケアを真剣に考えてる人にとって頼りになるアイテムです。針で良い刺激を与えながら保湿と再生をサポートしてくれるので、張り弾力を取り戻したい方におすすめです。続いてのアイテムはこちらです。コス RX のアドバンストスネール96ミューチンスネールエッセンスです。こちらは私が乾燥肌が改善しないなって時とか、レチノール使って乾燥しちゃったり、刺激を和らげたい時とかに頼ってます。9年前ぐらいから確かこれずっとあるんですけど、未だになのか最近また流行りだしたのか、オリーブヤングとか主要な韓国の美容ランキングサイトで頻繁にランクインしてるやつです。で、口コミとか見ると韓国国内だけじゃなくて、結構ね、いろんな国の人が気に入って愛用してるのがわかります。最大の特徴、魅力はというと 96.3% がカタツムリの粘液でできてますって考えるとね、使う人の好み分かれると思うんですけど、で効果としては肌の弾力を高めてくれるのと、肌の修復を手助けしてくれるっていうのが主な役割です。てか、そういえば最近カタツムリのスキンケア見なくなりましたよね。流行りが去った後売れ続けてるって結構すごいことだと思いません？それだけ効果実感してる人多いアイテムなんだと思います。テクスチャーはこんな感じです。うわ、今見ました？ちょっとネバーっとしてるの。ほら、めちゃくちゃ軽いジェル状です。あんまり香りはしないですね。無香料らしいです。これね、本当にぬるーっとしていてめっちゃ滑るの。実際に顔に塗ってみます。これを塗るときは摩擦とか一切気にしなくていいぐらい滑りが良いので、だからこそその紫外線を浴びた後とか、ちょっと肌がダメージ受けてる時とかにも塗りやすいです。半顔だけ塗ります。馴染んだ後も保湿力なんですけど、全然油分感とかは感じないんですけど、ちゃんとしっかり潤ってる感じ、ごわつきだったりっていうのがちょっと滑らかになる感覚があります。で、成分で言うとスネールミューチンカタツムリの粘液、パンテノール、ヒアルロン酸、アラントインが入っています。メインの効能としては肌の修復、
潤いをしっかり届けるような仕様なので、肌がその滑らかになって艶やかになるのと弾力感アップを目指したいっていう方にすごくおすすめな成分がいっぱい入ってます。その他の特殊なところで言うと、パラベン、アルコール、サルフェートフリーなので敏感肌さんにも使いやすいです。効果をまとめると、エイジングケアだったり肌荒れ、炎症の鎮静、ダメージ、肌の修復、乾燥肌で悩んでる方に効果的なアイテムです。使い続けた感想としては、乾燥による小じわが目立ちにくくなる。あとはなんか軽いテクスチャーなので、そのメイク前にすごい使いやすいです。はい、続いてのおすすめはドクター G の RTX イントメルティングコラーゲンフィルムです。一番は肌の張り不足がすごい気になる時に使うんですけど、結構特別感があるので、スペシャルケアとしてちょっと特別な日の前日とかに使うことが多いです。最大の特徴は2つあって、1つはこれ 99% コラーゲンでできてるんですよ。でもう1個は消えるの。こんな風によく SNS とかで見かけると思うんですけど、こんな感じでね、魔法みたい。中はこんな感じでピンポイントに頬とおでこにのせれるような仕様になってます。フィルム自体はめっちゃ薄いの。使い方は3層になっていて、この透明のフィルムとブルーのメッシュのフィルムがあって、その内側にこの白いコラーゲンのフィルムがあるんですけど、これを直接お肌に貼っていきます。はい、こんな感じです。結構ここが多分スキンケアがぺったりとついているので、そういうところこんな感じで消えかかります。しっかりと保湿されすぎてる場合には貼った瞬間に消えます。でも使い方としてはそれで全然いいんですよ。そうやって溶け込ませるものなのね。こんな感じでくぼみがあるので、小鼻と口のここに合わせて貼ります。はい、そしてミストをかけると一瞬で消えるので見ててください。消えたって言っても物理的に消えたんじゃなくて、ミストをかけることによって肌の中に溶け込むんですよ。それが消える仕組みです。で、仕上がりはこんな感じで、もうすっごいんですよ。保湿力が。指わかります？この手のシワが張り付き合っちゃうぐらいすっごい保湿力があります。こっちもいきます。このマスクは特別な時に使うって言ってるんですけど、体感としては楽で、だってミストをかけたら溶けておしまいだから、シートマスクの時みたいに何分置かなきゃいけないとか、動いたらずれちゃうとか考えなくていい。保湿感で言うとめっちゃ高い。翌朝までこのもちっと感が続きます。香りちょっと言い忘れたんですけど全くないです。はい。で、機能効果で言うとニュージーランド産のマリンコラーゲンっていうのが入ってるらしくて、これが肌に弾力と張りを与えます。で、その他ヒアルロン酸が、強力な保湿成分として入ってます。あとコラーゲン繊維っていうのが入ってて、髪の毛の241倍細くて毛穴の837倍小さな繊維を30重にして作られたシートが肌にしっかりと密着して効果を発揮させてくれるそうです。私の感想としては、やっぱ実際に使ってみてフィルムが溶ける感覚がやっぱ最初は新鮮だけど、機能の方がもっと良さを上回ってて、やっぱね、肌にしっかりその欲しい成分、コラーゲンたち美容成分が浸透してるのを、翌朝の肌を見たりとか触り心地とかで体感できます。やっぱさっきのペプチショットも弾力をしっかり出すアイテムだし、その上からこのコラーゲンのフィルムを貼ることによってもっちもち具合が本当にすごい。ペプチショットでその美容成分がより入りやすくなってるんですね。だから特にこういうコラーゲン、丸々コラーゲンみたいなやつを上からかぶせることによって、もうしっかりと年齢に応じたケアをしたい時には個人的に超ベストな組み合わせのアイテムだと思います。まとめると、ちょっとユニークなだけじゃなくて肌の張りと潤いを取り戻したい方にぴったりのアイテムです。よかったらスペシャルケアとして特別な日の前の日に使ってみてください。はい、ここまででもめっちゃ十分なお肌が出来上がってるんですけど、とどめの仕上げたちを最後に紹介していきます。一つはこちらです。ビューティーオブジョソンの高麗人参のアイク
リームです。こちらは名前の通りアイクリームなんですけど、これもエイジングケアしっかり突き詰めたい時の強い味方です。このアイクリームは韓国のスキンケアブランドでビューティーオブジョソンの中でもすごい人気の商品で、最大の特徴は高麗人参とレチナールが組み合わさったアイテムなんですよ。だから本当にもう年齢に応じたケアをしたい方には嬉しい成分の組み合わせで、弾力感をアップさせたい方、目元のシワが気になる方にとっては本当に必見の成分たちが入ってるアイテムです。テクスチャーはこんな感じ、すごい黄色い色なんですけど、着色料じゃなくてビタミンの自然な色です。これは本当に伸びが良いです。軽めで肌にスッと馴染みやすいです。でこんだけ伸びがいいので、やっぱりおすすめは目元だけじゃなくて顔全体にも使うのがおすすめです。というか私は全顔に使っちゃってます。はい、実際塗っていきます。一番大事なところを多めに塗って馴染みきった後で、これをちょっと余分なのこんな感じで私は塗り広げるようにしてます。めっちゃ高麗人参の香りします。保湿力これもなかなか高いし持続力もあるんですけど、ちゃんと中に浸透してくれているからか、夏に顔全体に塗ってもそんなに重たくならなかったです。版画を塗るとこんな感じ。成分と効果のお話で言うと、高麗人参エキスが入ってるんですけど、高麗人参の何がいいってサポニンがいっぱい入ってるんですね。でサポニンは肌の活性酸素を除去する効果があるらしいんですよ。だから個人的にちょっとストレスを感じてる、疲れてる、もう身体的にねっていう方は結構高麗人参のスキンケアおすすめです。でもう一つは肌の奥まで水分も補給してくれるらしいです。でもう一つの成分としてレチノールが入っていて、これはビタミン A の誘導体が入ってるんですけど、シワ改善とかエイジングケアに優れた効果があります。コラーゲン生成を促してくれたり、ターンオーバーも促進してくれます。ナイアシンアミドも入ってるので美白効果だったり、肌の見た目をちょっと透明感があるような印象にしてくれます。でしばらく使った感想としては、やっぱ最強の成分たちの組み合わせなので、私はちょっと即効性があるとは思わなかったんですけど、やっぱ長期的に使うことによって、半年くらいかな、やっぱふっくら感とかパッと見のなんかちょっと改善したなっていう感覚、実感はありました。弾力感アップさせたい方、目元のシワが気になる方に特におすすめのアイクリームでした。はい、続いてのアイテムはもう大好き、ドクター G のレッドブレミッシュクリアスージングクリームです。これは肌が荒れたり刺激を受けた時に頼りにしてます。秋冬とかだと、特に乾燥してる時はもちろん、夏とかもなんか見た目の印象が疲れてるなっていう時とかに使ってました。あとでもやっぱ美容施術とかそのレーザー治療とかした後はもうやっぱこれかな。とにかく使いやすかったです、いろんな場面の時に。でこのクリームが現地でも人気な理由としては、5年連続でオリーブヤングの年間アワードに受賞して、ついにね昨年1位を取ったんですよ。今や韓国では本当に定番のアイテムなんじゃないのかなって思います。最大の特徴は10種類の歯科成分が入ってて、紫外線とかマスクの摩擦とかでちょっと肌が弱ってるな、荒れてるなっていう時にしっかり鎮静させてくれる。毛穴よりも小さい水分の分子が肌の奥まで入り込んで100時間保湿が持続するらしいんですよ。すごくない？でその他特殊なところで言うと、やっぱり敏感肌の方でも使いやすいところです。テクスチャーはこんな感じです。水分が多めのヨーグルトのようなテクスチャーです。エアー感のあるジェルのようなテクスチャーで、肌にはスッと馴染む感じ、もう触り心地で馴染んでるのが分かります。なんでかっていうと、ごわついてるところが柔らかくなってちょっと滑らかな感じになるんですよ。で保湿力がしっかりあるんだけど、水分系の究極って感じのくらいの保湿感はあるんですけど、使っててベタつきとかは全然気にならないです。馴染んだ後はこんな感じ。これ塗る前、これ塗った後すごくない？めっちゃもう塗った瞬間からもすぐしっとりするんですけど、塗った後はもうすごいなんか肌が喜んでる感じ。ツヤっとするし、触るともっちり、
やっぱベタつきがないから朝のメイク前とかにも使いやすいクリームです。で少量でも顔全体に行き渡るのでコスパもいいと思います。保湿力に関しても申し分ない。もうこれ何回リピしたかわかんないけど本当に翌朝まで肌がもっちもちだししっとり感が続くので、無香料だから香りが敏感な方でも使いやすいです。まとめると、肌トラブルが気になる方や敏感肌の方で水分補給をしっかりしたいなって思ってる人にはとってもおすすめのアイテムです。はい、ここまででボディケア、スキンケア紹介してきたんですけど、この次といったらやっぱりこれはおすすめしときたいなっていうのが日焼け止めです。じゃん。ナンバーズインの青草水分コーティング UV クリーム SPF50+PA4+、 日焼け止めが苦手な人にぜひ使ってみてほしい日焼け止めです。全然日焼け止めっぽくないんですよ、使用感とか仕上がりが。なので日常的にすごく使いやすいです。でどういう時に使ってるかっていうと、特に乾燥しがちな肌の保湿も同時に行いたい時にすごく使いやすい日焼け止めです。これに関しては結構季節問わず使えるかも。保湿力がすごく高いんだけど夏に使ってもベタつかないです。支持されてるのが高い保湿力と軽いつけ心地とスキンケア感覚で使えるっていうところがすごい評価を得てます。オリーブヤングとかファヘで高評価を得てることからすごい人気の高さがわかると思います。大まかな商品の説明で言うと、これ日焼け止めでありながらそのスキンケアとしての要素も強いところです。こんなに数値が高いのにまるで保湿クリームとか保湿ジェルを塗ってるような感覚になれます。テクスチャーはこんな感じ。パッと見ちょっと緑っぽい感じ。でもこれ塗ると透明です。めっちゃ水分って感じ。本当にスキンケアみたい。すごい軽いジェルクリームみたいなテクスチャーで肌にね、ほら素早くなじむんですよ。で塗った直後からしっとり感っていうのが全体的に広がって、重たさとかベタつきっていうのが見た目でも触り心地でも一切ないのが特徴です。はい、塗ってみます。ちょっと多めに塗りますね。どんだけ透明かっていうのをお見せするので、もう本当に伸びがいいので少量でも全然全顔に使えちゃいます。肌に塗り込むとすぐに潤いを感じて、その後はこんな感じで密着するんですよ。やっぱスッと馴染むので、この後結構すぐにメイクにも取り掛かりやすいです。で見た目的にも肌表面がツヤっと健康的な印象になります。匂いも全然ないですね。で成分で言うとですけど、シカが入ってます。これが紫外線とか熱、マスクなどによる外部刺激からお肌を保護して鎮静化します。その他にも毒ダミエキスだったり肝臓根とプロパンジオールっていうのが、保湿乾燥肌にいい成分も入ってます。鎮静系の青草が 50% も入ってるので、しっかりと肌を鎮静させてくれるような成分が入っていて、本当にスキンケアみたいな日焼け止めです。はい、まとめるとやっぱり日焼け止めって重たかったりベタつきだったり使用感に関して結構妥協しなきゃいけないところが結構あると私は思ってるんですけど、このクリームは本当に軽くてむしろ心地よいので塗るのが逆に楽しみです。紫外線対策と保湿、心地よさ、この3つが揃っているのですごく個人的にはおすすめな日焼け止めです。はい、いかがだったでしょうか。今日は韓国でバズってるというか、もう現地の方たちにも人気だし、私も長期的に使ってたような韓国スキンケアたちを紹介させていただきました。ちょっとでも参考になるようなレビューを話せてたら嬉しいです。よかったら今日の動画の中で一番気になったアイテムだったり、もしくは私におすすめしたい韓国のスキンケアとかあったらぜひ教えていただけたらと思います。嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。